本日の話は日本の国歌について紹介いたします。いろいろな意見がありますので、この動画を作りたいと思います。では始めましょう。それぞれの国にはその国を象徴するようなお花が決められていることはご存知ですか？世界の国歌がわかると、その国の風景や国民性、観光地などもイメージしやすくなります。有名なお花ばかりですので、ぜひチェックしてみてください。日本の国歌は菊、桜の両方。日本を代表する花といえば、観光地として海外の方からも人気もある。桜を思い浮かべる方も多いはず。ところが、皇室やパスポートの紋章には菊が使われています。どちらが正解なのでしょうか？その答えはなんと両方です。桜も菊もどちらも日本の国歌です。どちらの花も実は馴染み深く日本の国歌と言われても納得がいきますね。着物や帯、小物など桜柄のものは多くあります。枝が一緒に描かれていなければ、桜は国の花だから一年中使っていいものだとも聞いたことがありますが、パスポートの真ん中には菊の花がありますよね。我が家には白い花が木にたくさん咲いている様子が描かれたお皿があります。桜というわけでもなさそうなのですが、では何の花かと問われると、さて何でしょうね。りんごの花のようにも、梨の花のようにも、さくらんぼの花のようにも見えます。こういう何の花なのかわからないものが何の花にでもなりうるということは、器だけでなく着物の世界にもよくあること。桜と言われたら桜に見えてくるのです。最近の私は高校入試の合格発表を待つ母として大崎来ますようにとドキドキしながらこっそり桜柄の手ぬぐいを持ち歩いたり小桜組の帯締めをしたりして過ごしています。桜咲くというのは合格通知の電報文として有名ですが、昔は学校ごとに違ったそうなんですよ。例えば、お茶の水女子大は、お茶香る静岡大学は、富士山調整福須山形大学は、樹氷輝く秋田大学は、生ハゲ歓迎するだったんですって。コロナもあって世の中は急激に変化を遂げており、電報が届くことはないのはもちろん、ほとんどの学校がインターネットで合格者一覧を開き、受験番号を探すのが当たり前になりました。事前に配布された QR コードのプリントを見つめ、すごい時代になったなぁと驚いています。ところで、着物や帯、小物など、桜柄のものは多くあります。枝が一緒に描かれていなければ、桜は国の花だから一年中使っていいものだとも聞いたことがありますが、パスポートの真ん中には菊の花がありますよね。国の花って桜なの？それとも菊なの？実は日本では正式に法で定められている国歌というのはないのだそうです。ただ、日本のイメージといえば、桜になっていることや、硬貨や紙幣に桜が用いられていることもあり、桜が国の花のように扱われているのだとか。ちなみに菊は、皇室のイメージが強いけれども、それもまた日本の象徴なので、菊も国の花のように扱われているんだそうですよ。ちなみに外国では、正式に国歌を定めているところが多く、イギリスはバラ、オランダはチューリップ、スイスはエーデルワイス、フィンランドはスズランだそうです。毎年
春になると気に入って買った木蓮の帯と猫柳の銀細工の帯留めをしようとするのですが、北国で目につく頃には、すでに他の地域では、すっかり時遅しで出遅れてしまうことがほとんど。なかなか季節の先取りが難しいです。でも、桜なら安心して使えそう。五角形のモチーフのものを探して合格にかけようかと思ったけれど、やっぱり桜モチーフのものを新たに探そうかな。動画を見てくれてありがとうございます。グッドボタンとチャンネル登録をしてくれると、もっとたくさんの動画を作れるようになります。